こんばんは。はるです。今回は最新カスタム戦術を紹介していきたいなと思います。TOTS 初週でランク1を達成した戦術になってますので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今週 CF ではですね、2種類の戦術を使って自分はやってましたので、そちらの戦術だったりとか指示をですね、紹介していければなというふうに思います。スカットはこのような感じになっていて、戦術を紹介していきたいなというふうに思います。まずは試合開始時はですね、4321を使ってました。本当にもうキックオフ時、多分全試合ですね、まず4321から入ったというふうなことですね。ディフェンス守備のスタイルがバランス、幅が40、深さが67。オフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイク、ダイレクトパス、幅が45。ペナルティの侵入が6、コーナーキック3、フリーキック1ということになってました。で、指示はですね、キーパーからいきたいと思います。積極的なクロス対応、スイーパー、キーパーですね。で、そして続いて右サイドバックですね。右サイドバック、オーバーラップですね。で、逆のサイドバックに関してもオーバーラップという風なことで、ここは両サイドバック上げの戦術を取ってました。で、2センターバックデフォルトになってますね。で、中盤3枚です。まずは真ん中ですね。攻撃時に上がらない中央をカバー。そして右もですね、同様ですね、攻撃時に上がらない中央をカバー。そして左がですね、バランスオフェンスサイドをカバーということで、デフォルトの、状態になってます。そして3トップですね、まずは右から、行きます。ディフェンスに戻るだけですね。他はサポートランとかアタッキングランはデフォルトの、状態になってます。で、逆の LF に関してはデフォルトですね、何も変えていないというふうなこと。そして真ん中 ST に関しても何も変えてないデフォルトの、状態でやってました。こちらが4321。これで本当にキックオフ時、もう最初、もうまず入りは全部この4321で、やってました。一つここで意識をすることは、LF に関しては、でかい選手を置いてました。本当クラウチにはいくつか助けられたシーンもありますし、サイドバックで言うと右の方がですね、低身長というか、ちょっとこう低めな空中戦があまり強くない選手が来やすいので LB に比べると。なんで LF に自分はでかい選手を配置をしてました。ただ、両サイドバックをね、上げるっていう風なことになりますんで、両方からは全然クロスを上げれるっていう風な形になってますね。かなり攻撃的な戦術かなというふうには思うんですけれども、守備もね、ちゃんと担保できているっていう風な形になりますので、なかなか強い4-3-2-1戦術かなというふうには思います。で、おそらく今作ね、この両サイドバック上げる4-3-2-1の戦術っていうのは、紹介するのは初めてだと思うので、2点ほどちょっと注意をしていただきたいことを話して、2つ目の戦術の紹介に行きたいなと思います。やっぱり両サイドバック上げてるっていう風なことになりますので、サイドチェンジっていうのはできるだけした方がいいと思います。本当にサイドチェンジも振ってなんぼみたいな感じになりますし、そのサイドチェンジをね、受け取ったサイドバックが攻撃性のかなり高い選手だったら、めちゃくちゃ攻撃に厚みは出てくると思います。本当にサイドバックからの CM とか、あとは ST ですね、LF とか RF、のパスコースっていうのは本当多くありますので、それが両サイドあるので、めちゃくちゃね、攻撃に関してはしやすいかなというふうには思います。で、あとはですね、やっぱり両サイドバックここも上げてるっていうふうなこと、デメリットかもしれないんですけれども、やっぱ中盤で取られてしまうと、もうやばいですね。ほんとそれこそボランチとかで振り分けている途中で取られてしまうと、結構カウンターのリスクっていうのは他のフォーメーションの戦術よりかは高くはなってしまいます。ほんと2センターバックしかいないみたいな感じがありますし、同数で守らなきゃいけないっていう風な場面もやっぱ時にはあります。ミスってしまうと中盤とかで。なので、そこの中盤でのロストっていうのはできるだけ、控えた方がいい。特にボランチいいですね。ボランチ取られてしまうと結構やばいっていう風な感じなんで、守備にそうですね、あまり自信がない方は、ボランチでのロスト、簡単なロストっていうのはできるだけ避けた方がいいというふうには思いますね。最新の4-3-2-1としてはこれで、今週はやってました。そしてこの4-3-2-1に引き続いてですね、使っていたフォーメ戦術を紹介していきます。こちら4-2-3-1ですね。フォーメは4-2-3-1になっていて、ディフェンス、守備のスタイルがバランス、幅が35、深さが65と
で、オフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイク、ダイレクトパス、幅が45、ペナルティー侵入が7、コーナーキック、フリーキックともに1ということになってます。で、そして指示に行きたいと思います。まずはキーパーですね。キーパー慎重なクロス対応、バランス。そしてサイドバックに行きます。まずは右からですね、攻撃に上がらないオーバーラップ。でそして左がですね、バランスオフェンス、オーバーラップという風なことなんで、サイドバックは片方上げているという風な感じになってます。で、2センターバックデフォルトですね。で、2ボランチに行きます。ともにですね、攻撃時に上がらない中央をカバーという風なことですね。で、そして前線、中盤3キャムですね。まず右からディフェンスに戻るクロスに合わせる。そして逆もですね、同様ですね、ディフェンスに戻るクロスに合わせる。で、真ん中のキャムに関してはデフォルトという風なことになってます。そして最前線 ST はですね、ワイドに開く、裏に抜ける、前線に張ると、このような指示で、それぞれやってました。で、先ほどのね、4321からこの4231に切り替える瞬間としては、ちょっと守備的に行きたいなって思った時ですね。やっぱりこのフォメは守備がしやすい。4321と比べても非常にこちらの方が守備はしやすいので、1-0でね、勝っている時だったりとか、ちょっと失点しそうやな、攻められてるなっていう風な時、守り切りたいっていう風な時、ただ普通に攻撃もしたいっていう風な時には、この4231に切り替えてやってましたね。この4231に切り替えての失点っていうのはほぼなかったかなと思うんで、4321で1020とかで、残り、数十分、ちょっと守りをまず固めてっていう風なところでこちらに変えると多分全部勝っていたかなという風には思いますので、この2つのフォーメーションの併用っていうのは個人的にはやりやすかった。今週のランク1いけた一つの要因かなというふうには思いますので、ぜひね、使ってみてほしいなというふうに思います。また、4321だったりとか、4231に関する動画はですね、過去に何回か出してますので、先日はね、その時々によって違うとは思いますけど、攻守にわたってね、意識することだったりとか、あとはそのフォメの時のおすすめの選手なんかもですね、紹介をしてますので、気になる方はぜひ見ていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。